願いします。お願いします。ちょっとお二人聞きたいんですけど、はい。アルマーニって知ってます？なんとなく高級ブランドですよね。服ね。はアルマーニってイタリアのハイブランドい。ですよ。ね。はい。ARMANI って書くんですけど、たまたま前通って、左からアルマーニなんですけど、僕その逆方向から自転車帰ってたら、稲村って呼んでしまいまして。なるほど。なるほど。まあそれだけの話です。それぐらいプロレスのそう言ってしまいました。右読みですね。稲村っていうか、アルマーニやわ。なかなか見間違えることのないことですよね。現代日本人が右から読むことないですから。でも稲村がアルマーニを身につけたら、そういうコラボとか。稲村に。うわ、しんどいやん。そんなんしんどいやん。やめとこう。今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、触れとかのダメですよね。やっぱ僕ら今食べてるのは、今焼いてるのがこれ赤線でございます。赤線でもね、うちで出してる赤線はもうちょっと分厚いんですけど、これはどうしても薄いところとかあって、薄いところはもう僕らが食べるっていう感じなんですけど、赤線といえば何の肉ですか？牛です。そう、猛牛天山博義選手。なんか嫌よ、天山も。牛のいいです。天山のいいです。違いますよ。天山選手ね。引退。もうちょっと足相当悪そうやね。お医者さんになんか車の運転したらあかんって言われてるぐらい。僕らで言うファイナル週。ファイナル週。はい。最初5分1本勝負ってやった時に、そうか、寂しいな、5分かって思いました。入場でも泣けて、5分でも十分やと、こんだけ来てくれたらと思ってました。やっぱり5分じゃ物足りひんねやろな。来てるお客さんにも見てもらいたいし。あれはね、あと15秒足らなかった60分フルタイムドローまでの続きですよね。もう時間関係なしで無制限でやろうね、欲しいっていう批判的なことを言う人もおるから、もうあんな動けてへんのやったらリング引退試合どやねんと。棚橋が動けすぎたっていうのもあるんですけど、棚橋さんはその引退ロードやってるぐらいやから、それは動けるやん、動ける前提やん。そうですね。けど天山さんまだやりたかったけどもう動かれへんからの引退宣言。そうですね。やっぱちゃうよ。悪いじゃなくて、とやかく言ってる俺らにはない。心底感動しましたしね。で、僕天山さんの今回引退試合見た時に目がもうずっと知らないんですよ。ほんまに昔の天山さんの目のまんまなんですよ。体は違いますよ。けど、こっち来いこらって言ってる顔が、もう最高すぎた。小島はよ出ていけみたいな時の顔と一緒やったな。後楽園ね。天国最後のね。天国最後行ったね。2人がヤングライオンの時からこうやり合ってきた技をこう最後にまた確認し合ってるみたいな時間がこう引退試合ならではで、プロレス昔見てて最近見てへんねんっていう人ですら、天山引退ですよ、相手誰やと思いますって多分 100% 小島やろって、絶対言うと思う。知ってる人やったら。そういうライバルとの引退試合ってなかなかやろう思ってできるもんじゃない。まあそもそも引退試合がな、できへん人も多い中で、ライバルとの引退試合誰打った？まあ無理やり武藤がやった。まあそれは無理やりやったな。ライガーさんはライバル、佐野さんはライバルにします？そうだね。そうやな。引退試合です。その前に鈴木さんもやってる。鈴木な。ノアで原田大輔選手が引退した時はもう体がもう無理やから1分1本勝負で小峠敦選手と大阪プロレスから一緒の、まあライバルでありタッグパートナーとやったんですけど、必殺技のジャーマンにはもう行かずに1分で終わりや、なんかそれはそれでこう感動しましたよ、1分でも戦われへん人が1分戦うんやから、すごいよ。お客さんの前出て体を動くってすごいよな。珍しく家族に熱く見送られたら言ってましたね。そうね、言ってましたね。会場入りするときに。いつもは試合行ってきますって言ったら、はいはいみたいな感じが、今日は頑張ってねって言われたとか言ってましたね。奥さんもまあ強い人やから。そうですね。
バッファロースリーパーを考えたからでね。あれ会場にもいたらしいですけどね。あ、そうなんや。息子さんはアメフトかなんかやっててな。あそうなんか、天山さんより、体でかい。そうなんや。なんかあんま家族のこと言ったら怒られるっていう会見。そう言って試合後言ってました、バックステージで。怒られる。人がええ人なんやな。いや、もうなんか、にじみ出てましたね。めっちゃ喋るしね。真壁の話好きやわ。ここでも話したことあるけど、真壁選手がまだちゃんこ番で、来る選手にお世話して、で、最後、天山さん来て、天山さんのお世話してたら、天山さんが、俺で終わりかって言って、はいって言ったら、ほんじゃ、真壁一緒に食べようよって言うて、座らして、一緒に食べた方がうまいだろうって言うて、って言うた話を、もう天山さんの人柄を表すエピソードやと思うわ。セレモニーどうでした？よかったよ。長州って天山のこと好きなんやなって思ったわ。ゲー仲良かったです。長州さんのあんなとこあんねやと思ってもらえた。俺が名乗るのそうで、ちゃんと長州さんもどういう状況かって知らせるためにずっとマイクで喋っとって。長野が MC ちゃんとしてましたね。いや、何よりも天山さんがここも立つのもやっとの時に、まず武藤さんの椅子を出そうとして、それを見た長野さんが、座ってよって言って、俺も座るからって言って、素晴らしいなと思ったわ。あのセレモニーに秋山純が来てたんで、俺はもうグッと来たわけよ。決勝戦った外敵枠で来てね。そう、俺もうなんか嬉しかった俺。秋山純さんが来てくれて。あの時の決勝がやっぱり野和対新日本を物語ってるような試合なんで、セコンド陣もめっちゃ両方多いしね。それで天山が勝ち切るっていうね。アナコンダバイス立ち上がってからさらにそれを離さずにバスターに行くって、あれ、いや、危ないよな、あの技が。肩決めながらやってるんでね。肩行ってもらうよな、あれ。そのアナコンダバイスもね、欠場になって、長期欠場になっちゃった時に、天山が腐ってたところに、小鉄さんが、お前、こんな時間までやったら技考えれんなって言われたから、それで励まされて、それはリング戻らなあかんねやってなって、だからリハビリ頑張って、で、やっと体を動かした時に、その技が開発されたやつを、頃にはもう、小鉄さんはなくなってて、でそれをやっぱり、これは大事に使おうと思って、ずっと使ってるっていうわけですよね。モンゴリアンチョップも、お前使ってみたらどうやって言われて使ったらしいね。あ、そうなんですか。小鉄さんに。いや、小鉄さんじゃないよ。違う。そうなんや。天山さんええ人やから、先輩に言われたら、とりあえず使うけど、心の中では、お前が使えようと思うから。けどもう、モンゴリアンは。めっちゃオリジナルですよね。フリーが。そうやな。で、倒れてる相手のチョップもシューやん。確かに。あれって聞いてるのか聞いてるのか分からへんけどさ、あれもちょっと代名詞よな。手形なんですよね。何よりもフライングニールキック、めっちゃ綺麗じゃない？綺麗です、綺麗です。カウンターでね。なあ。前も言うたけど、ダイビングヘッドバット行く時のこの、うわーっていうのはあれも好きやし、だから、天山さんで技綺麗のよ、全部。そうですね。なんか引退興行が、みんなリスペクトを持ってるから、天山さんのそれまでの試合そう、ムーブがめっちゃ多くて、翔選手。翔ね。言ってましたよ。普段絶対ね、ブレンダースターって言ってましたよ。バカにした感じで、あ、好きやねんな、わかるって。翔も付き人やった？いや、翔くんは付き人やってないんちゃうかな。マスターバトもバトは、師匠が教えてもらってたんです。道場練習で。ダイビングヘッドやったよ。どこがヘッドだった？どこがヘッドだった？コブンサードなんです。1回転してたかもしれない。めっちゃ俺天山さんに影響されてるとこがあるんだけど、まあゴルフでさ、でパター打ったらこうカップに向かって打つんやけど、普通みんなカモンって言うね。俺カマーンって言ってもらう。カマーン言ってもらうね。これ俺最近気づいて、俺カマーン言うてるわと思って。毎回ですか？毎回。
言わん時と言うた時の成功率は違うんですか？これ人のパターンやね。あ、そういうことです。なるほど。その人の成功率が変わるんです。俺のカマーンって。俺呼ばれるやん。打った後やで、砲丸投げみたいなもんです。あれは砲丸投げで、なんで砲丸投げとか、槍投げで、円盤投げで、ハンマー投げ。なんで叫ぶかしてる？知ってたらこんなボケで言わないです。いつのメダリストか忘れたけど、あーって叫ぶことで、ちょっとでも距離を伸ばそうっつって。ああ、やっぱそうですか。でそのあーっていう振動で、そんなわけあるかと思うやん。筋肉マンやだね。ゼロにもやだね。それぐらいもう1センチの勝負やから、これからカモンじゃなくてカマーンってぜひ皆さん過ごしてほしいです。僕はもう過ごしてるんですけど、行っちゃうぞバカ野郎とカマーン。いやもうポジの感じよかったわ。たまらなかったわ。でも大変ですよ。個人まだまだ元気そうやから、はい、他の人にも引退試合頼まれるかもしれない。誰？まあいつか永田選手とか、同世代の人がね。永田選手も長そうやね。長そう。めちゃくちゃ頑丈やん。てか藤波の引退試合を誰がするかからですけどね。歴史ありすぎて人数も多いですもんね。引退相手がね。まあ本来やったら西村治選手やったかなと思うよな。まあ今回天山選手のラストでやっぱある種みんな期待してたやん。怨念坊主。それは言いとかなダメですよね。俺は言うとかなあかんやろ、怨念坊主。ちゃんと体作ってたな。細くはなってたけど。めっちゃ体で鍛えてますよ。まあうちその怨念坊主になる前から飯塚さんは来てくれとったからさ、やっぱシュートが強いっていうのも分かるわ。自分は暴れたいと。ただ自分が暴れるとえらいことになるから暴れるとこを探したらプロレスやったっていう。いやめちゃくちゃ男前やったほんまに昔。それがあんなになってさ、めっちゃええキャラだったよ。だから天山さんも怨念坊主引退の時に友情タッグ持ってきて裏切られたよ。今回どうなんねやろかと思ったら飯塚さんニコって笑って握手してたよ。俺はもうやっぱもうなんか涙出そうだもんな。でその後怨念坊主野上やな。にも握手求めて。自分から求めた。そう、自分から求めたくせにむちゃくちゃしとって俺それでええと思ったもんね。裸やけどネクタイだけつけてるあのシーンは見たいっすもんね。あれは見たいっすもんね、やっぱり飯塚さん。朝は安田団長ぐらいベタベタ言うて古くはイデラッキョぐらい感動したな。あれはよかった。ありがとう怨念坊主っていうか怨念坊主どうなん？俺も最近お会いしてんけどずっとどっかの施設のカプセルで眠ってる液体ボールなめてやであれやろで地震でカプセル割れて博士が言ったら消えたこれは危ないってブロディやんもう地球が危ないってまだ悪もんだよアイアンフィンガーフロムヘル今誰が持ってんの？クロメール太一一時持っとったよ。奉納したんですよ、人中がなんかに。怨念が集まりすぎてるから。で、それを新日本が保管してて、新日イズムっていうイベントとかに飾られてて、これがつけてたやつなんや、みたいな。筋肉マンの黄金のマスク編と一緒やん。お札貼られてましたよ、いっぱい。で、亡くなってたんやな、確かあの時。で、その後になんか流出、なんか保管してたやつがなくなってんぞみたいなリリースが出たけど、その後なんかそこまでのつながりなく、海外の変なオークションで取引されてたおもろいサザビーとかねいくらなんやろ、本当にで、それを競り落としたやつの家が没落すんねん呪いのやつや。怨念坊主の俺が億万長者が競り落として、それが AEW のカーンの親族やって、AEW に怨念が来るみたいな流れて曲が誰とやらすんですか剣道家臣が来るとは思わなかったですけどね。家臣なびっくりしましたね。家臣と同期よな。じゃあ同期じゃなくて同盟やったんかな、で出ていきます、夜逃げしますって言うと次の日寝坊して夜逃げせえへんかったみたいな、
家臣は来たけど石澤は来てないよな。そうですね。だから少年が家臣のサインくれって、俺に言うな、家臣に言えって言われる。じゃあそうです。石澤に言えや。家臣に優勝おめでとう、石澤ついたら、俺に言うな、石澤に言えって言うて、すぐマスク外して、家臣から聞いたよ、ありがとうって言う。優しいやつやな。やつやん。ちゃんとキャラを保ってるっていうのな。同部屋なんですね。確か同部屋やったんじゃん。そうですね。そうなったらそうですよね。でも2人の設定だろ。2人。ムタどうするんですか？設定とか。じゃあムタは代理人が武藤。でムタが控え室入って覗いたらそこには武藤と魔法陣があった。魔界から来てる魔法陣。の割にムタ車乗ってるの見られたりしてるから魔法陣移動できへんねや。こういうのをちゃんとお約束し喋れてるプロレスファンって素敵やなと思うんだよね。天山さんの思い出はありますか？結構今まで語ったんでね。天山特集も出したし。あれ聞きましたけど、僕らひどいっすね。ファイナル週。ファイナル週の下りもそうやし、ほんまリスペクト持ってね、僕らもちろん収録してるんで。多分俺本人目の前にしてもそういう話ができる。悪口じゃないから。もっと話足してくれそうですよね。いや、あれ実はね、出してくれそう。あれ、玉林から聞いたんやったっけ、トータルテンボスの天山の無駄遣い。ありましたね。どの動画やったかな、 YouTube やったか、テレビやったか忘れました。2階から目薬やったっけな。2階から目薬を検証しようとか言って、2階から目薬を落とす役が天山って。天山の無駄遣いすんなって。それ藤田さんが言うんですか？天山の無駄遣いめっちゃ笑ったわ。あれ何の名前でめっちゃおもろかった。めっちゃ昔よな。10年ぐらい昔や。天山の無駄遣い。天山の無駄遣い。もう二度と使うことないやろな。ちゃんと出てくる時カマーン言ってたと思う。めっちゃ無駄遣いよな。カマーンよろしくお願いしますって思ったと思うんですよ。人が溢れてるな。見てて思ったんですけど、今後 G1 の最終優勝決定戦の時のゲスト、天山でいいんじゃないかっていう。テレビとか。今までずっと長野選手だったんで、ちょっとバトンタッチというか、毎回泣いてそうやけど。天山さんに教えられた人間ばっかりやろ。これが何すんだよな、コーチすんだよか。週は誰も継がないですかね。週継いでほしいけどな。でも難しいか。1回目が勇気いるわ。なんか天山さん引退された次の日の意味なくシューッと怒ってましたよね。第4試合かなんかで、高木選手かな、モノにちゃうな。なんかの試合で、なんかの試合でやったんですよ。誰やったっけな、あの時に会場からシューってやって、いやそれはもう悪意あるってと思いながら、でもいい空気感やなと思いましたけど。いろいろとありがとうございましたと。いや、今の最後のファイナル週いませんで。いや、もうほんまに天山さんが教えた選手たちが今頑張っておりますのでね、天山魂は未来は明るいです。明るい。ちょっとね、天山さんへの引退試合を見た感想などをコメントでください。どうするシューって書かれとか。いいですね。最高ですね。ありがたいけどスルーはします。チャンネル登録、高評価お願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。mandando, el drama en el ring va acelerando, recuerda bien Restaurant Hormón cantando.